皆さんこんにちは。前回は赤い部分のフレンチクォーターでしたので、今回はそのすぐ外のセントルイス墓地第1号から観光してみましょう。今日の朝の10時からはこの後ろのセントルイスセメタリーナンバー1という墓地の見学をすることになっています。なんでこんなお墓のツアーに参加するのかと言いますと、ニューオーリンズではキリスト教の人たちは火葬が禁じられているので全部死体を埋葬するんですけれども、ニューオーリンズは土地が低いので埋葬をすると死体が水浸しになったり、自然と棺桶が上に浮き上がってきたりするので、地上葬ということで地上よりも高いところに埋葬するようになってるんですね。でこの地上葬なんですけれども、夏の炎天下のおかげで死体が一気に骨に1年間も経てば骨になってしまうということで、その骨をまた下に落として新しい死体を受け入れるという風な変わったお墓のシステムがあるんです。でそれを見に行くということになります。この建物の中にはカフェもトイレもあるので、ツアーの前後に大活躍です。基本的にお墓では動画は撮れないことになっておりますので、これからは写真になるかと思います。こちらがガイドのチャールズさんです。Thank you very much. Thank you. こんな風に死体1体しか入らないようなスペースですが、みんな骨だけになるので、ここでもすでに16人が眠っています。ブードゥー教の女王として有名だったマリー・ラボーのお墓です。このように色が塗られたお墓もあります。念願の俳優ニコラス・ケイジのお墓参りができました。と言っても本人はまだ生きているので中は空っぽになっています。さすがセレブ、通常のお墓2つ分の区画を買って建てたピラミッドだそうです。共同のお墓では取っ手がついたところに死体を入れて、骨だけになったら下の部分に落とすそうです。 Easy Rider という映画の撮影に使われましたが、ヌードの撮影をしてしまったので、それ以降の映画の撮影はできなくなったそうです。チャールズさん、ツアーガイドありがとうございました。今からセントチャールズアベニューストリートカーに乗ってガーデンディストリクトというまたちょっと違った地区に行きたいと思います。ガーデンディストリクトはフレンチクォーターから離れているので、緑のストリートカー、路面電車で移動します。サンフランシスコには世界で一番古いケーブルカーがありますけれども、ニューオーリンズには世界で最も古い路面電車があります。1835年からということですから、日本では江戸時代の頃にはもうニューオーリンズには路面電車があったんですね。今高級住宅地のガーデンディストリクトというところに来ています。ということで今からいろんな豪邸を見てみたいと思います。有名人の家もありますので見ていきたいと思います。でセントルイスセメタリーナンバー1は、これはカトリック教会がやっているお墓墓地なので映画の撮影とかはできないんですけれども、ニューオーリンズで映画の撮影といえばもうここですという墓地があるので、そこに行ってみたいと思います。後ろのラフィエットセメタリーナンバー1というのは、ここは市がやってるお墓なので、映画とかテレビとか撮影をどんどんやってもいいということで、インタビュー・ウィズ・ヴァンパイアとか、あともう一つはダブル・ジェパディとか、いろんなハリウッド映画にも出てきてます。次はコマンダーズパレスという有名なレストランです。このコマンダーズパレスレストランなんですけれども、ニューオーリンズでもすごい有名なレストランで、しかもフードネットワークチャンネルとかに出てくるエメルっていうイタリア料理のシェフが昔働いていたところです。この天井のところが青色に塗ってありますけれども、天井を青色に塗ると翼を持っている動物が巣を作らないということと、あとなんか運がいいらしくて、それで結構あちこちの家で天井が青色に塗ってあります。
ここもそうですね。こんな風に青色に塗ってあります。こちらの後ろの家なんですけれども、 Curious Case of Benjamin Button というブラッド・ピットが出る映画の撮影に使われた家になります。横に回るとさらに大きさが分かります。で、こちらが Curious Case of Benjamin Button の映画に使われた家なんですけれども、そのお隣はなんと映画俳優のサンドラ・ブロックさんの家になります。で、こちらの家はカーネル・ショーツのヴィラということで有名な家なんですけれども、なんで有名かというと、このフェンスが有名なので近くまで見に行ってみたいと思います。で、このトウモロコシのフェンスは奥さんがアイオワ州の出身なんですけれども、それでホームシックになったのでアイオワ州で有名なトウモロコシのフェンスを作ってあげたということなんです。なんかロマンチックではありませんか。トウモロコシと、ここによく見るといろんなつるのくる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 巻いてるんですけれども、ここに朝顔があります。こちらがアメリカンフットボールで有名なアーチー・マニングさんの自宅になります。もちろんアーチー・マニングさんの息子たちであったイーライ・マニングとかペイトン・マニングさんの育った家になります。で、こちらの後ろの家なんですけれども、どこかで見た覚えがありませんでしょうか。実はアナハイムのディズニーランドのホーンティッドマンションのモデルになった家です。ここはモデルになっただけではなくて、実際に幽霊が出るらしいです。こちらがアメリカンホラーストーリーコーベンというテレビシリーズの撮影に使われた場所になります。こちらがインタビュー・ウィズ・ヴァンパイアという小説、映画にもなったんですけれども、その小説を書いたアン・ライスさんの家になります。アン・ライスさんは2021年の12月にこの世を去ってしまいましたが、彼女の書いた吸血鬼や魔女のストーリーは後々トワイライトやバフィー恋する十字架などの流行の火付け役となりました。この木の枝のところにビーズがかかってるんですけれども、これがかかっているということはマルディグラのパレードのルートですっていうことですね。今からまたストリートカーでダウンタウンの方に戻ってみたいと思います。フレンチクォーターからはタクシーなどで10分ぐらい離れていますが、名物のポーボーイが市内一と言われているパークウェイに行ってみましょう。味はカキフライサンドといった感じでとっても美味しかったです。次回は野生のワニを見に沼地ツアーに行きます。今回もご覧いただきありがとうございました。それではさようなら。Thank you very much for watching. See you next time.